びっくりした。折れた。皆さんこんにちは、よしきです。今見ていただいたのが私が愛する、このね2704を折った時の、動画になります。正直言ってね、今こうやって見返しても胸がちょっとねうってなるようにね、ちょっと悲しい出来事ではあったんですけど、これね僕が折ってしまった折ったと言ってもねいいかなと思うんですけど、なんで今日この動画を撮ったのかというのは、これね去年の9月頃に買ったんですね。もうすぐ1年経つなと思って、で10月頃に折っちゃったんですよ。だからあんまり魚もまだ釣れてなくて、10匹も多分釣ってないんですけど、それでもすごく大好きな竿で、これからたくさんの魚をね出会わせてくれるはずだったというところで、折ってしまったというところなんですけれども、あえて今この動画を回している理由としてはたった一つです。このどうしようもなくて悲しい、そして悔しい気持ち、これをね見ている皆さん、特に僕と同じように初心者、僕は釣りしてる期間は長いんですけど初心者で、釣りを始めたばかりの初心者とか自分の道具にこう愛情を注いでる人に、絶対にこう味わってほしくないので、少しでもねこれがためになる、視聴者の方に一人でも、自分の好きなロッドを折ってほしくないというので、あと少し時間が経ったので、ちょっとお話できる余裕もできたかなっていうのをね、今でもちょっとこう悲しいですけど、お話ししていこうと思います。で幸いなことにこの失敗に関しては本当にたくさんの先輩アングラーから温かいコメントや的確なアドバイスをしていただきました。その皆さんの声をもとにね、あの日の真相に迫っていきたいかなと思います。インスタグラム、TikTok、YouTube ショートでアップしたんですが、全部でね60万回ぐらいトータルでこう折った再生されまして、でコメント欄もね300件、合計300件ぐらいコメントいただいてね、当たり前だという声からね、ドンマイという声もいただきましたので、その中からいろいろこうアドバイスとしていただいたことをベースにちょっとお話していきたいと思います。スコーピオンのスペックなんですけど、2704RS ですね。ルアーウェイトが15から 80g、 ラインが16から40ポンド、これがこのスコーピオンのスペックとなっております。僕この時折った時のセッティングは PE の 2.5 にリーダーを40ポンドのナイロンをつけていました。でつけていたルアーはコアマンの VJ の 30g でした。で針は結構小さかったんですね。でこの時僕はまさか自分の力で折れるとは思っていませんでした。竿は折れるっていうのは分かってたんですけど、セッティング的にギリギリ折れないかなと思ってたんですね。ターゲットはロックフィッシュ、西伊豆で赤旗を狙ってた時のもので、初めてながらこういろんなチャレンジをしてね、当たりを取ったりとか、いろんなことをやってみたんですけど、ちょこちょこね 2,3 匹ちょこちょこっと釣れて、なんとなく感覚をつかんだ時に、最後の最後のポイントで折ってしまいました。セッティング的に40ポンドまでいけるという、スペックの認識をしていたのと、スコーピオンのスペックには P ラインの適合の号数が書いてないんですけど、ナイロンライン40ポンドだったらいけるだろう、リーダーがナイロンだったらいけるだろうと思ってこのセッティングにして、でPE のそのノットの部分から切れる時は切れるだろうと思ったし、あと VJ の針ってすごく小さかったんですよ。そんなに大きくなくて、これだったら折れる前に絶対針が伸びるだろうなと思ったんですね。ではなぜ折れたのかというのを皆さんからいただいた、300件以上のねコメントをもとに一つ一つ、僕なりの答えを出していこうかなと思うんですけど、で一番多かったのが、根がかりですかっていうところでした。はい、ショートの動画だとその根がかるところまで映したやつと映してないのがあって、折れた瞬間だけの動画もあったんで、魚じゃないですよねみたいなコメントがめちゃくちゃ多かったんですけど、これは魚であって潜られてしまったという僕の認識です。で動画を見た方はわかるかなと思うんですけど、いろんな意見をいただいた中に、そもそも当たりじゃなかったんじゃないかっていう、魚じゃなくてこう地球にね引っかかったんじゃないかっていうのね、西伊豆が釣れたんじゃないかっていうのはあったんですけど、僕の認識では確実に魚が当たったっていう感覚はあったんですね。その直前にも何匹か釣っていて、当たりがこうゴンって入るような当たりがあるのはなんとなく分かったんですけど、それが岩に当たったこうゴンって当たったんじゃないかっていう意見もいただいたんですが、個人的には魚であったと思いたい思いたいなと思っております。それで、潜られてしまってで無理に引っ張ったら折れてしまったというところなんですね。例えばこれが魚でなくて当たって引っかかっただけだったら、裏側とか回って
こうちょっとやれば取れるかなっていうのもあったし、僕しばらく待ってたんですけど、何回かこうゴンって入るような感じがあったんですよ。動画ではカットしてるんですけどね。そういうのもあったので、まあ魚であったんじゃないかということは思っております。でかいかどうかは別として、僕の感覚では初めてのロックフィッシュで感じは分からなかったけど、すごく潜るスピードが速いんじゃないかなっていう認識です。それでかなり多かったポイントとしては、竿の角度ですよね。実は個人的にはそこまで立てていないというか、動画内だとまあここにつけているアクションカメラの動画だったので、ちょっと竿の感じわからないかなと思うんですけど、広角だからねちょっと曲がってるように見えるかなと思うんですけど、僕自身は角度を上げると折れるっていうのは分かっていたんで、こんな感じでこういう風に脇に抱えてこういう風に上げてたんですよ。こう巻いて。でドラグはその時もう引っ張り出してやろうと思ってたんで、中途半端に締めてしまうよりはもう思いっきりやってしまって、引っ張り出してダメなら針が伸びるかノットが切れるかと思ってたんで、こうグッと一番力が入るところで上げちゃってましたね。まあおそらく余裕がない状態で、一番力がかかる余裕のない状態、竿の曲がりがもう限界の状態で思いっきりこうやったのと、もうかなり終盤だったんで疲れてたんですよね。だからその感覚がちょっと分からなくて、まあ、思いっきりこうグッて、もうおそらくこうは上げてないはずです。意識してたので、こうやってやった時におそらくトルクがマックスになって折れてしまったんじゃないかなと思っています。じゃあセッティング的に安心していたのと、まあ折れないだろうと思っていたところが、僕のダメだったところなのかなと思います。でそれであと他にもあったのはドラグ設定ですね。ドラグの設定を緩めましょうという意見も多かったんですが、まあ、さっきも言った通り私もう引っ張り出してやろうと思ったんですね。その前はドラグ緩くしてたんですよ。まあ、潜られない程度にしておこうと思ったんですけど、それでも潜られてしまったので、もう無理だなと思って思いっきり締めて、ステラのドラグってすごい強いんですね。出ないところまでグーッて締めると本当に出ないから、それでもう限界値までいっちゃったんだなと、思っております。つまり僕がやってしまったのは、竿の限界値を超えての負荷がかかっていた、しかも余裕がない状態っていうところですよね。クッションが一つもなかったんですね。ドラグはマックスで締めているし、竿も限界までおそらく曲がってたんじゃないかなと思います。そんなコメントもいただいたんですけど、竿が悪いんじゃないかとか、中国製ですかとか、あと私は40年間一度も竿を折ったことがありませんという達人のような方もいらっしゃったんですけど、誤解してほしくないのが、これ僕が使い方が悪かっただけで、スコーピオンは決して弱い竿じゃないと思うんですよ。コメントの中には、ワーシャクラスとか、スコーピオンもそうなんですけど、ちょっと高弾性だから、綺麗にパーンと限界が来たら破断しますよと。で僕のも、スコーピオンに関してはワールドシャウラとかよりはためが効くっていうのも僕がちょっと過信したところだったのかなとは思うんですけど、折れないだろうと正直思っていましたね。とはいえこうしっかりパキーンっていう音とともに折れたので、やはり限界値が来るとこのように、折れてしまうというのはしょうがないのかなとは思いますね。でいろんなコメントの中にあったんですけど、結構多くあったのが「いや初心者でしょ」みたいな「初心者ですか？こんなんやったら折れるに決まってるじゃないですか」っていうコメントがかなり多かったんですが、動画の中だと切り抜いてるところしかないので本当に皆さん申し訳ないんですが、私本当に初心者です本当に初心者で、右も左もわからない中、その時は初めてのボート釣りで赤旗を狙いに行こうというところで、ワクワクしていたのと、ボート初めてだったのと、前日かなりうねりがあったみたいでそれが残ってて船酔いしたりとかで疲れてて判断能力も多分鈍ってたんだと思うんですよね。普通だったらそんなにガーンってこう引っ張ったりおそらくしなかったんでしょうけど、考えが足りなくて折っちゃったっていうところはあるのかなと思いますね。だから疲労とか、あと寝不足、朝もう2時とかに起きて西伊豆まで出てたので、そういう疲労とかもあったかなとは思いますね。でいろいろこうちょっと傷つくコメントもあったけど、いろんなその励ましの温かい言葉もいただきまして、あなたは悪くないですよねとか、良い勉強代になりましたねとか、失敗をたくさんして、釣りって学んでいくからっていうコメントとか、ドンマイっていうコメントも結構いただいて、正直僕かなりへこんでたんで、この竿を折ったのを、みんなでシェアしたのは、折らないでほしいっていうその気持ち
と折れてしまったから、せめてこの竿の出番を増やそうと思って、動画投稿したんですよね。たくさんの方に見てもらっていろんなコメントをいただけたのですごく良かったなとは思いますけれども、かなり落ち込んでいたんですが、たくさんの方にねいろんなコメントをいただいて、傷ついた言葉もありましたけど、すごく勉強になったというところでございます。この竿をどうしようかなと今も思っているんですが、ちょうど折ってどうしようかなって思ってるタイミングでワールドシャウラリミテッドの2754っていうのが発表されたんで、その代わりとして僕はこいつを買いました。2754、同じ4番番手でね、スコーピオンよりちょっと強いだろうというところと、ターゲットは同じくカツオとかシイラを狙いたいなと思ったんで、こちら購入したんで、この子を直してもいいんですけど、今もちょっと迷ってます。面積が買ったのが9月なんで9月まであるんですが、5000円なんでね、5000円でこの竿を直して先っちょを買ったら、2万5000円ぐらいするんですよね、普通に。これが面積でどうなるかもちょっとわからないですし、解析かけたらなんていう人もいたんですけど、ちょっと悩んでるところではあります。でこの竿自体は好きだし、もう一回使いたいところでもあるんですけど、面積使ったらこれの新品が来るから、この折れた竿が直ってくるわけでもないし、新品も買い替えるわけで、そうなるともうこの竿じゃなくなるんですよね。別に使えればいいかなっていうのもあるんですけど、2万5000円かもうちょっと出したら別のロットも買えるし、新商品としてレサトもね発表されたので、また悩むところだなとは思うんですが、一応こいつもあるし、この子はこのまま折れたまま、保管したりちょっと飾ったりしてもいいのかなとも思ってるんですけど、皆さんだったらどうなさいますかね。その辺もちょっと聞いてみたいなと思います。でおそらくこの子が動画に出ることはもうこれでないのかもしれないので、お焚き上げの意味でも今回この動画を撮らせていただきました。本当はねこの子を使ってたくさんいろんな魚を釣ってみんなに見せたかったんですけど、それもちょっと難しいのかなと思ったので、額に入れて飾ってみようかな。ちょっと額装の仕方は分かんないですけど、やってみようかなと思います。どうせだったら目のつくところに飾ってやろうと思います。この1本がね、僕にたくさんのことを教えてくれました。道具を過信しすぎない、自然甘く見ない、画面の向こう側にはね同じ痛みを知り、それでも温かい言葉をかけてくれるような方々もいるということがすごい分かりました。この僕の失敗がね、これから釣りを始める誰かの、そして未来の僕のねために役に立つ教訓になることを祈って、心から祈ってこの動画を撮らせていただきます。本当に皆さんたくさんのコメントありがとうございました。もしね竿を折ってしまった経験があるで、今も悔しい思いをしているという方いらっしゃいましたら、このコメント欄に書いていってお焚き上げしていってください。この悲しみをね一緒に分かち合って前に進んでいきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。